5月17日の産経新聞ご覧いただきたいと思うんですが、ハーグ条約、子を守るルール周知せよということで、離婚などで一方の親が子どもを国境を越えて連れ去るトラブルが増えている。これに対処するハーグ条約をめぐり、最高裁はこの返還命令に応じないのは原則違法とする初の判断を示したということなんですが、これも差し戻ししてね、これアメリカに住む父親が長男かなんか持ってて、それで離婚した妻が次男を連れて日本に帰ってきちゃったっていうね。でただ今までのケースとちょっと違うのは、両方とも日本人なのよ、その両親ともね。なるほど、日本人なら日本人で話し合えよって言ってね、本当ですね、わざわざハーグ条約引っ張り出すことないだろうと僕は思うし、でこれもね、これは産経の社説だけど、なんかこのハーグ条約自体がね、もうちょっとやっぱり日本も考えて、ハーグ条約に加盟すべきだったね。これは、つい、2014年だから、に発行してるから、もうほんの 4,5 年前にハーグ条約承認したのね。加盟したんですか。そうそう。でこれももともとはね、本当バカな発想でね、アメリカ人やなんかが欧州人が、例えばフィリピン人だとか、コリアンだとか、ああいうのとこう結婚するじゃない。でアメリカなり英国なり住んでる。そしたらもっといい女がいて、で再婚するっつって、で、離婚するけど、その時に嫁さんは嫁さんと別れた子供は、にはほら週1回ほら、そうですね、面会日あるじゃない。それは一応ほら、この扶養権とは別に、そうやって1週間に1回会えるとか、夏休みを一緒に過ごすとか、父親の権利ってもう認めてるわけ。でだからなんかちょっと良さそうに聞こえるんだけど、例えば一番最初問題になったケースは日本人の奥さんだったわけで、アメリカ人と日本で結婚したらアメリカに故郷に帰ってで一緒についていったら、その故郷で高校時代のガールフレンドに会ってね、で結婚しちゃって、ほんで女房は離婚させられて、で子供と女房はその1週間の面会日のために元夫の住んでるすぐ近くに住んでなきゃなんないわけ。ね、そういう条約、そういう意味で、そうすると父親がこう週1回ピックアップして遊びに行くみたいな。だからそんなで、私はそのベビーシッターじゃありませんって言って、この日本人の母親が行って、それで日本に連れ帰ったのよ。そしたらなんだってね、自分の子を連れ帰るとは何事だっつって亭主が文句言って、で日本まで追っかけてきて問題になって、でアメリカの大使かなんかわーわーギャーギャー言って、日本は負けてこのハーグ条約に加盟したの。だけどほら、それはお前らアメリカ村のね、アメリカ人はアメリカ村で村の外に出ないっていう前提であいつらものを考えてるから、自分の子供が日本に帰っちゃう、あるいはフィリピンや、東ティモールに帰っちゃった、あっちは非文明だろう、ね、病気も流行ってる危ないとこだし、何言ってんだお前のアメリカだってもっと危ないじゃないかみたいな、まあそれはどうでもいいんだけどそれで銃の乱射事件があるしでアメリカは一応文明圏だと思ってるわけだから、文明圏から非文明圏に子供を移すなんてとんでもないっていうのがこのハーグ条約のもともと根底にある思想なのよ。だから日本と比べたら、うちは子供を学校に通わしても乱射事件に遭いませんよって言えるから、ハーグ条約なんか入る必要ないし、それから夫が会いたいっていうんだったら奥さんにちゃんとした仕事となんかを
斡旋するなりね、遊んで食っていける、養育費をねきちっとするとか、あるいは家族を呼び寄せるみたいな、そういうことを、そういう手当てをした上でやればいいのに、ただ一方的に、お前俺は息子に会う権利があるみたいなさ、そういうのを要求して、アメリカ人の言うことはご無理ごもってもですっていうのはこのハーグ条約の締結理由なのよ。今度はそれに乗って、日本人夫婦がわさわさやった、ね、日本人同士にも限る。そしたら最高裁が、この問題見てね、これはハーグ条約自体の批准に問題があるって言って、切ればいいのに、最高裁から高裁に差し戻して、ハーグ条約の精神を汲め、なんでこのアメリカ人のあるいは白人のわがままをね、日本人が聞くことが意味があるのか。この最高裁、突き返した最高裁も最高裁だけどね、これはおかしいね。いやこれね、でも本当先生おっしゃると人権上もちょっとまずいんじゃないか。要するに、ね、今のハーグ条約の感じだと子供を誘拐したみたいな形になってしまうわけですね。しかもそれで母親が連れ帰っても蛮族のね、母親と一緒に連れ帰った先はさ、パプアのドジンみたいに、ドジンって言っちゃうかな、原住民の人みたいに、なんか筒一本だけで跳ね回ってるみたいなそういう印象はね、そういうところで育てるよりは、銃の乱射はあるけどアメリカで育った方がいいという発想がベースにあるんだよ。そうなんですね。だからDV とかでね逃げてね、子供を連れ帰ってきた母親にもこういうのが適用されちゃうんじゃ。そういうことなんね。だからそれを最高裁が肩持って、こんなアホな条約を守るべきだ言うんだったら、まずちょっとこれは違憲判断を下してね、正し書きでつけてやるのが最高裁としての形じゃないの。一方的に白人の言うことはその通りですって、日本人にも適用しましょうなんて言ってさ、愚かですよ。本当ですね、本当に自分たちに都合のいい枠組みを作りますね、白人の方たちね。だから日本人も白人に憧れる必要ないし、なんていうの、森鴎外みたいに白人の女と遊んだら逃げ帰ってしまえというのがさ、もうそのくらいの気概を持ってそれでいいんですよ。はい、というわけでニュース2つお届けしました。